女性が一人暮らしをするアパートへ訪れたフードを深くかぶったマスクの男は30分足らずの滞在で足早にアパートを後にしました。その男と住人の女性の間で起こってしまった悲劇とは、2021年2月4日、アメリカマサチューセッツ州カントン、アパートの一室で女性の遺体が発見されました。亡くなっていたのは数ヶ月前に引っ越してきたばかりのサンドラ・バーチモア。クローゼットの棚に引っ掛けた紐で首を吊っていたサンドラの遺体には争った形跡もなく、警察は彼女の死を自殺と断定。しかしそんな矢先、警察は不可解な事実に気がつくんです。こいつ女性の自殺と関係があるんじゃないか。遺体が発見される数日前、現場アパートの監視カメラに映っていたのは地元警察官のマシュー・ファーウェル。亡くなったサンドラと旧来の知人だったマシューは、彼女が15歳の頃から性的搾取を行っていたんです。不審な死を遂げた女性と10代の頃から彼女をもてあそんできた警察官、2人の間に訪れた悲劇とは。幼くして男に身を捧げた彼女は彼との未来以外を考えられなくなっていたんです。おそすけんちゃんです。いやー、みやみこです。やめこさん。はい。1週間ぶりに帰国しました。あ、もう無事帰ってこれてよかったです、本当に。バンコクに行って、バンコク。サムイ島っていう島に行って、あら、なんかすごいおしゃれなとこじゃないそれ。シンガポール行って、もうまたおしゃれ。マレーシア行って、うん。気づいたんすよ。奴らね、奴ら、ずっとカレー食ってる。インドだけじゃなかったの？いや、大学の時のね、男5人で行ったんですけど、ずーっとカレー出てくるんだよ。で、俺カレー大好きだから、ずっとカレー食ってた。あんたたちがカレーを選んだだけでしょ、それ。いや、マジでどこでもカレーあんのよ。シンガポールはもうないだろうなと思ったら、なんか、リトルインディアって街があって、ああ、自分からカレーに行ってんじゃないあんた。アラブストリートってとこだね。アラブか。そこでね、有名な香水ショップがあってですね、うん。僕知らなくて、たまたまここめっちゃセンスいいなと思って入ったから、は後から香水ショップ他にもないから調べたら、僕が最初入ったとこが一番人気のところがあって、そこで謎の香水、ムーンダンスっていう香水買ったんですよ。何それもなんか、ムーンダンスワンピースに出てくるさ、なんか、スマイルみたいな麻薬みたいな匂いがしかしないんだけど。ちょっとわかんないですけど、わかんないか。ほんといい香りで、うん。月をね、まるでダンスしてるかも。ちょっと一回嗅がせてよはい。今あるんでしょ嗅がせてよ。あるけど、ちょっとめんどくさいんで。なんでいや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 。ちょっとだけ、ね、いや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 。ちょっとだけ。わかったよ。うめんどくせえな。近くにあるんじゃないちょっと嗅がせてみて。ムーンダンスね。いい香りなんですよ。塗るのね。塗れる。これで。いい匂い。いい匂いだよね、マジで。何の匂いかよくわかんないんだけど買っちゃったよ。ムーンダンスしちゃう。絶対そういうダンスじゃないんですけど、本日は世界にはびこる闇シリーズ。ご紹介するのはアメリカマサチューセッツ州で起こった警察に関する闇の事件。最近ですとね、日本で旭川のね、女子高生の飛び降りの事件ってあったと思うんですけど、あそこを担当していたね、警察官のね、不祥事っていうのも話題になったと思うんです。そういった点ではね、今回の事件もね、微妙には違うんですけど、関係があるという事件。つまり警察がね、自分の立場を利用して起こした事件とも言えるものなんです。それを聞くとかなりなんか胸くそ悪いような予感がするけど。特にね、女性の方だったりね、自分にお子さんがいる方にとっては、何を信じればいいのかっていうのが分かんなくなる事件なんですよ。ある日突然、自ら命を絶ってしまった女性。そして彼女の周りには、ある不審な男がうろついていたんです。2つの命。2021年2月4日、アメリカマサチューセッツ州カントン、ウィンザー・ウッズウェイ3307番地に立つアパートへ3人の警察官が駆けつけました。やはり出ないか。警察がインターホンを鳴らしたその部屋の住民はサンドラ・バーチモア。この町で小学校の職員として働いていた彼女は数日無断欠勤をしており、職場から通報が入ったんです。アパートの駐車場にはサンドラの車が止まっており、3日前に積もった雪にタイヤ痕がついていないことから数日動かされていないと考えられました。最悪の事態を想定した警察は管理人に事情を説明し、サンドラの部屋へ踏み込むことに。すると、ひどい状態だな。その部屋の床にはそこかしこに物が散乱。人の気配がないにもかかわらず、家中の電気がつけっぱなしにされていました。そして寝室のドアを開けた瞬間、警察は思わず大きなため息を漏らします。午前11時46分、その部屋で発見されたのはクローゼットの棚に引っ掛けた紐で首を吊ったサンドラの遺体。何より彼女は妊娠した状態で亡くなっていたんです。お腹に赤ちゃんがいるのにもかかわらず自ら命を絶ったってこと？検察も現場の状況や検視結果からそう判断したんです。ただ現場には一つ不可解な証拠が残っていたんです。
皮膚の変色や首のあざの様子から発見時のサンドラはすでに死後数日が経過していると推定されました。警察は事件性も踏まえて捜査を進めますが、彼女の体には首を吊っていた以外に目立った外傷はありませんでした。またサンドラの体内からはうつ病の治療に使用される抗精神薬が検出。部屋の散らかりようからも彼女が精神的に追い詰められていたことが見て取れ、実質であることは疑いようもなく思えたんです。一方で警察はサンドラの周囲に不審な人物がいることにも気がついていました。サンドラが亡くなったと推定される2月1日、アパートの監視カメラが彼女の部屋に出入りする一人の男の姿を捉えていたんです。こいつが関わっているとしたら一大事だぞ。カメラ映像や被害者サンドラの携帯の履歴からその男の素性を知った警察一同は深刻そうに顔を見合わせていました。そう、サンドラのアパートに出入りしていた男は近隣の警察署へ勤務する警察官だったんです。これやばいわね。だって警察官が来た日にさ、命絶ってるわけでしょ。なんか関係あるでしょこれ。サンドラはね、妊娠した状態で亡くなってたんです。となるとね、警察官の男と何があったのかちょっと察しがつくんです。果たして男はサンドラとの関係をどのように語るんでしょうか。健全な関係。遺体が発見された2日後の2021年2月6日、被害者サンドラの自宅に出入りしていた警察官マシュー・ファーウェルへの事情聴取が行われました。その日は確かにサンドラのアパートへ行きました。彼女がお腹の子は俺の子だって言い張るんで、そんなはずはないって話をしに行ったんです。まさか死んでしまうなんて考えもしませんでした。警察官のマシューは亡くなったサンドラと過去に何度か肉体関係を持ったことがありました。しかしそれはもう4ヶ月以上も前の話。死亡時妊娠2ヶ月だった彼女の子供が自分の子であるはずがないとマシューは強く否定したんです。それでもサンドラはマシューの子だと言って聞かなかったため、マシューは彼女からの連絡を全てブロック。そんな矢先、サンドラが亡くなったという話を聞かされ、マシューも少なからず責任を感じている様子でした。サンドラにさ、俺の子じゃないって言ったことによってサンドラショック受けちゃって実況を選んだってこと？まあサンドラが精神的に病んでたってことを考えるとさ、マシューももっと接し方を考えた方が良かったんじゃないかしら。実はね、そういう話じゃないんですよ。マシューは事情聴取でありえない嘘をついていたんです。サンドラと肉体関係を持ったのは4ヶ月以上前の話で、自分がお腹の子の父親であるはずがない。事情聴取では確かにそう話をしていた警察官のマシュー。しかしサンドラの携帯には彼女が妊娠する数週間前にマシューとこんなやり取りをしているメッセージ履歴が残っていたんです。今夜来てくれるのよね。ああ、今日はコンドームはしなくていいんだよな。そのメッセージ履歴はサンドラが妊娠する数週間前にマシューと性行為をしていたこと、そしてお腹の子はマシューの子である可能性が高いことを示していました。マシューは警察官なんでしょ。そんなさ、見えすぎた嘘ついてもバレるなんて分かりそうなもんじゃない？おそらくね、マシューも苦し紛れのところがあったんですよ。はい。それでも彼はサンドラとの関係を絶対に隠す必要があったんです。なぜならサンドラとの関係を掘り下げられると、マシューの到底許されない過去がバレてしまうからなんです。悪の巣窟。2011年9月、警察官のマシューとサンドラが知り合ったのは、サンドラがまだ13歳の頃、マサチューセッツ州ストートンの街で開催されていたポリスエクスプローラープログラムを介してのことでした。ポリスエクスプローラープログラム？変な特訓みたいな。何なのそれ？アメリカのね、警察が主催してるボーイスカウトみたいなものなんですけど、わからない人も多いと思うので、解説していければと思います。本日のメトラキーワードは、ポリスエクスプローラープログラムについて。ポリスエクスプローラープログラムとは、アメリカの警察組織が主催する10代の若者を対象とした訓練・地域奉仕のプログラム。若い世代が自己規律を学ぶ教育の場となるだけではなく、警察官が指導役を務めることで地域社会と警察の結びつきを強固にする場としても重宝されているんです。ストートン警察が運営していたプログラムは現在廃止となっていますが、当時はプログラム内で模擬警察学校を開催。子供たちが爆弾処理班のスーツを着たり、危険物処理のロボットを運転できるような機械を設け、警察志願者の学びの場となっていたんです。マシューは10代の頃、弟と共にポリスエクスプローラープログラムに参加していた OB。陸軍で戦争を経験した後に警察官となった彼はプログラムのインストラクターを務めるようになったんです。一方、警察に憧れてプログラムに参加したサンドラは指導役のマシューを兄のように慕い、普段から学校の勉強を教わったりもしていました。旧ツイッターには少年少女が熱心に活動に勤しむ姿が投稿され、彼らと近い距離感で指導するマシューの取り組みは
非常に有意義なものに見えていたんです。彼から指導を受けるようになって以来、サンドラの生活態度が変わり、彼女の母親はプログラムに感謝状を送っているほど、結局サンドラは小学校の職員になることを選びましたが、21歳の頃に公務員試験に合格し、警察の適格者リストにも挙げられているんです。なんかマシューとサンドラの関係ってすっごく理想的な関係のように見えるんだけど、サンドラはさ、マシューのおかげでめちゃくちゃ成長できている感じじゃない？そう見えていたのはね、表向きだけだったんです。このプログラムの内部は腐敗しきっていたんです。ストートン警察のプログラムを通じ、立派な大人へと成長していったように見えたサンドラ。そんな彼女が亡くなってから1年半後、ストートン警察はある内部調査の報告を行いました。サンドラ・バーチモアさんが参加していたプログラムで指導役を務めていた3人の警察官は、当時10代の彼女と性的関係を持っていました。当時15歳のサンドラと性的関係を持ったのは指導役のマシューとその弟、そしてプログラムの責任者だったロバート・デバインの3人。当然3人の警察官は全員が成人しており、彼らの行動が犯罪であることは明白。そしてマシューは以降も8年間サンドラと性的関係を続けていたんです。彼とサンドラの間に起きたことは死後発見された彼女の日記に詳細に記されていました。プログラムの活動以外でもサンドラに学校の勉強を教えていたマシュー。彼はサンドラの成績が芳しくないといつもこう言ったと言います。お仕置きが必要だな。成績が下がった罰と称してマシューはサンドラと強引な性行為を繰り返していました。警察官のマシューと関わってサンドラの生活態度が変わったと感謝状を送った母は、裏でそのような卑劣な行為が行われているなどとは知る由もなかったんです。それで性的関係を持ち続けた結果、マシューの子供を妊娠しちゃったっていうわけなのね。でもそれで死にたくなるっていうのは分からなくもない。実はね、サンドラは死にたいなんて思ってなかったんですよ。そうなの？とするとね、これは明らかな殺人事件なんです。そうするとね、彼女を殺した犯人はあの男一人しかいないんです。サンドラが望んだ未来。2020年10月12日、それはサンドラが亡くなってしまう数ヶ月前のこと。ああ、サンドラ、何かあったのか。その日、サンドラから電話を受けた警察官のマシューは、彼女の声色がいつもより暗いことに気がついた。サンドラは言う。奥さん、3人目が生まれるんだってね。そう、マシューの妻は第3子の出産を控えていた。マシューはサンドラにそのことを話してはいなかったが、彼女はマシューとの共通の知人からその事実を聞いていた。マシューとの関係が不倫であることも知っていたサンドラは、この機会に関係を終わりにしようとでも言うつもりなのか。マシューは一瞬そう考えたが、そうではなかった。ねえマシュー、私と子供を作ってよ。でないとあなたが過去にしてきたことを全部奥さんにバラすわ。サンドラにとって警察官のマシューは初体験の相手。以降の8年間他の男性との交際経験もなかった彼女はマシューとの未来以外は考えられなくなっていた。何？サンドラが子供欲しがってたの？なんかてっきりさ、無理やり関係迫られて妊娠させられただとばかり思ってたわよ。サンドラはね、マシューに妊娠をね、せがむような脅迫をしていたのは事実なんで。サンドラがマシューに子作りを強要した2ヶ月後の12月28日、サンドラは彼に妊娠を報告。マシューは翌日サンドラのアパートを訪れますが、2人はそこで激しい口論になったといいます。お前なんて死ねばいいのに。そう言ってアパートを飛び出していったマシュー。その後サンドラは出産予定日や産婦人科医と話した内容、超音波検査の結果などを逐一マシューに報告しますが、マシューはいずれの連絡も無視。一方でサンドラはお腹に宿ったその子が生まれた後のことを想像するように、子供にはあなたの名字を名乗らせたいの。休日も全部一緒に過ごしてなんて言わない。ただクリスマスとイースターの数日前には顔を出してほしい。でもお金の面を考えるとあなたにはやっぱり一緒に暮らしてほしい。子供の面倒も見てほしい。このメッセージが送られた2日後、再びサンドラのアパートを訪れたマシューは彼女に激しい暴力を振るい、またこう言いました。お前なんて死ねばいいんだ。いや、マシューもさ、自業自得なんだけど、サンドラもすごいわね。もう家庭を潰しにかかってんじゃない。潰しにかかってるっていうのもあるかもしれないですけど、どっちかっていうとね、マシューのことをね、歪んでたとしても本気で愛してたんでしょうね。そうやってマシューとサンドラが衝突を繰り返す日々の中、マシューに明確な殺意を芽生えさせる出来事がついに起こってしまうんです。2021年1月20日、ストートン警察署へ若い女性から電話が入りました。友達がお金を返してくれない？それは民事の問題なので私たちが出る幕ではないですね。ため息混じりに答え電話を切ろうとした警察官。すると女性は確かにこう言いました。未成年に手を出しまくって好き放題やっておいて、こういう面倒な話ははぐらかすのね。女
女性が指摘したのは、そう、マシューのこと。彼女はサンドラの友人で、マシューが過去にしてきたことを全て知っていたんです。マシューは自分とサンドラの関係は誰にも知られていないと思っていましたが、サンドラはすでに周囲に噂を広めていました。そして同僚から話を聞いたマシューは、この数日後、サンドラに次のようにメッセージを送ったんです。君のアパートにいつでも行けるように合鍵を作ってほしい。サンドラはマシューが少しでも自分に寄り添う気持ちになったのだと思い、喜んで合鍵を用意。彼女はその要求の本当の意味など考えもしていなかったのでしょう。こうして迎えた2月1日の夜9時10分、マシューはサンドラのアパートへ向かい、彼女を考察。実に見せかける工作を行い、わずか28分後に現場を後にしたんです。そしてこの翌日、マシューの第3子がボストン郊外の病院で産声を上げました。またなんかすごいタイミングで生まれたわね。でもマシューはさ、サンドラが自分の噂広めて回ってることを知ってもこれ以上ね、ややこしくされたらたまったもんじゃないってめちゃくちゃ困ってたってことなのかしら。だとしてもね、それで殺人なんて犯したらね、もう一巻の終わりですよね。絶対やっちゃダメよ。結果としてマシューは奥さんと生まれてきた子供、その両方をね、一番苦しめてしまう選択をしてしまったんです。一度はじっとされたサンドラでしたが、再度の検視の結果、彼女の死は紛れもなく他殺であると断定されました。サンドラは首をつって亡くなったはずでしたが、彼女の体には紐が下方向に引っ張られた跡が残っており、背後から考察されていることが判明したんです。またサンドラは事件当日、チェーンのネックレスを身につけていました。そのネックレスが考察痕の周辺で切れていたことも、他人にきつく首を絞められた証拠とされたんです。2024年8月、マシューは第1級殺人で起訴され、現在も公判中。一人の警察官が起こしたこの事件の発覚に伴い、ストートン警察署長は次のようなコメントを発表しました。サンドラ・バーチモアさんの死によって一人の元警察官の恐ろしい不正が発覚しました。このプロセスは可能な限り透明でなければならず、この事件におけるあらゆる事実を解明し、世間に明かさねばならないと思っています。元はといえば、マシューをはじめとする警察関係者が若者と近しい関係性になれる機会を悪用したことから始まったこの事件。組織の大人が揃って腐敗してしまえば、不正を止める者はもはや誰もいません。もしあなたの身の回りで同じような不正が蔓延したら、あなたはどのようにその風潮を改めますか？